その実機感を再現しようとすると、ツヤは控えめにする必要があります。ではどうやってツヤを抑えるのか。それは端までしっかり密着させることができるので、マスキング漏れがかなり軽減されます。でこの工程をやるのとやらないのだと、かなり仕上がりの美しさに差が出てくるので、かっこよくてよく飛ぶ航空整備士が作るラジコンヘリ。こんにちは、デンデ部長です。今回は PP 製ボディでもプラモデルを超えるクオリティが出せる塗装方法後編、わかりやすく解説します。ディティールアップしてもいまいち実機感が出ない、おもちゃっぽくなってしまう、そんなことってありませんか？いくつかのポイントを押さえると実機感がぐっと出てくるんです。前編はシャープな塗装面に仕上げ実機感を出す方法をご紹介しました。今回はそちらをさらにブラッシュアップしていきますよ。難しくないの？大丈夫です。誰にでもできるように分かりやすく解説していきます。このチャンネルでは今後リアルに見せるラジコンヘリの作り方や、手放しでもホバリングできるほどの安定感を出す方法なども解説していくので、チャンネル登録を忘れずにお願いします。では前回の続きから、解説に使用する機体はこちら24分の1スケール H160 です。前回パールホワイトを塗装、マスキングをしてシルバーを塗装し、軽くクリアをかけたところからやっていきます。さて実機感を出す方法についてですが、ズバリ塗装の薄さとツヤを出しすぎないことがポイントになります。塗装を薄く仕上げツヤを抑えると実機感がぐっと増してくるんです。ではどうやって塗装を薄くツヤを抑えて仕上げるのか。薄く仕上げる具体的な方法は前回ご紹介したので、まだの方は概要欄から前編をご覧ください。それでは続いてのポイントを解説していきます。ポイント2、ツヤを抑えよう。実機は近くで見ればツヤがあります。しかし実機は大きいため、全体を見るとき遠くから見ますよね。遠くから見るとツヤはあまり目立たなくなるのです。その実機感を再現しようとすると、ツヤは控えめにする必要があります。ではどうやってツヤを抑えるのか。それは最後にクリアを吹かないことです。24分の1スケールで最後にクリアを吹くと、まるでビニールをかぶったような陶器のような仕上がりになってしまいます。そして厚みも出てしまうため、ツヤツヤぽってり仕上げになってしまいます。最後にクリアを吹かないことで控えめなツヤを実現でき、より実機感を引き出すことができます。実機も最後にクリアを吹くことは実はあまりないんです。いや、でもちょっと待ってください。前回シルバーを吹いた後に軽くクリア吹きましたよね。それはなぜなのか。実はメタリックカラーは塗料に金属の粒子が入っているんです。だから塗装するとキラキラに仕上がるんですね。しかしその塗装面は乾燥後でも非常に弱いです。何も塗らないと傷がついたり、金属粒子が剥がれてしまい汚くムラが出てしまいます。そのためメタリックカラーの塗装後は必ずクリアコートします。なのでシルバーを塗装後マスキングしたまま、シルバーの部分だけさっとクリアを吹きます。ではシルバー塗装が完了したら、続いてブルーストライプを塗装します。まずはマスキングを行います。前回もご紹介した通り、マスキングに使用していくこちらのシートは柔軟性があり密着度が非常に高いです。シート状なので使用する直前に切り出すことで、両端にホコリが付着していることもなく、端までしっかり密着させることができるので、マスキング漏れがかなり軽減されます。マスキングが完了しましたら、この部分にもきれいに仕上げるコツがあります。画像を見ていただくと分かる通り、この部分は1層目のパールホワイトと2層目のシルバーをまたぐようにブルーストライプが入ります。そのためこのまま塗装してしまうと段差が塗装面に響いてしまうわけです。なのでマスキングが完了したら、塗装前に4ミリ幅ぐらいに切ったスポンジヤスリで段差を優しく撫でて消していきます。そうすると段差が響かない綺麗なブルーストライプに仕上がるわけです。はい、ブルーを塗装しマスキングを外したものがこちらになります。でこの工程をやるのとやらないのだと、かなり仕上がりの美しさに差が出てくるので、ぜひ、作業してみることをおすすめします。
ポイント3、湿度と静電気を抑えよう。最後のポイントです。塗装において湿度と静電気は大敵です。湿度が高いと空気中の水分が塗膜に入り込み、光沢の邪魔をします。必要なツヤが出せなくなってしまいます。そして静電気は空気中の細かな繊維を吸着し、塗装面にブツブツなどを発生させてしまいます。湿度と静電気を抑えることは最後にクリアを吹かなくても美しく仕上げるために非常に重要です。具体的な方法ですが、なるべく雨の日は避け、除湿やエアコンで湿度が 40% 以下になるようにします。屋外は湿度コントロールが難しいので、なるべく室内で換気をしながら作業することをお勧めします。そして塗装前には必ず除電ブラシを使い、ボディの静電気を取り除いてください。極力繊維が吸着するのを防ぐことができます。塗装もいよいよ終盤になってまいりました。ウィンドウ周りを塗装しますので、まずマスキング、そしてシルバーに塗装します。で、少しだけシルバーを残した状態で再度マスキングをして、フェネストロンの部分も今回一緒に塗装していきます。で、カラーはセミグロスブラックになりますね。はい、こちらが塗装した様子です。で、マスキングを外します。はい、これで塗装完成です。ウィンドウのところのマスキングを外してみますと、はい、ちょっと道のり長かったですかね。やっと塗装が完成いたしました。今回こちらの H160 は光沢の出し方、パール塗装、マスキング技術など難易度が高めです。こちらをマスターできればミリタリー系の塗装などはかなり楽になるかなと思います。いかがでしたでしょうか。塗装をできる限り薄く仕上げ、モールドを潰さないこと、そして仕上げのクリアは吹かないこと、この点が実機らしさを出す上でとても大切なんです。そしてクリアコートしないからこそ、前編でも紹介したラッカーで塗装を仕上げることも大切です。ラッカーの塗膜強度があるからこそ、クリアコート不要でも成立します。湿度対策と帯電コントロールを行っていれば十分なツヤを引き出し、綺麗な塗装面を作り上げることは可能なんです。落ち着いたツヤとシャープさが実機らしさを感じさせますよね。今回動画で紹介した便利なツールは概要欄に商品リンクを貼っていますので、気になる方はそちらもチェックしてください。そして今回ご紹介しておりますこちらの H160 の機体ですが、現在連載中のラジコン技術2024年3月号から、数回に分けて記事でも紹介しております。気になる方は概要欄にこちらのリンクも貼っておりますので、そちらも合わせてチェックしてください。はい、そして次回はいよいよディティールアップ編です。どうやってパネルラインが存在しない PP 製ボディにパネルラインを作っていくのか、どこをディティールアップすれば実機感を引き出せるのかを解説していきます。このチャンネルでは今後リアルに見せるラジコンヘリの作り方や、手放しでもホバリングできるほどの安定感を出す方法なども解説していきます。チャンネル登録忘れずにお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた。